こんにちは、みつぐ佐々木チャンネルです。今日もよろしくお願いします。今日の撮影日はですね、4月14日になります。とうとうですね、ニューヨークの個展まであと6週間になりました。今日の動画でご紹介するのはですね、風神雷神の、作品がとうとう完成しましたので、そちらをですねご紹介させていただきます。ではよろしくお願いします。はい、ではですね、今回の風神雷神なんですけれども、私のですね去年から始めた、布の系プロジェクトですね。これのですね、作品になります。もう何回かですね、もうすでにご紹介というかお伝えしてるんですけど、布の系のコンセプトはですね、日本の、妖怪もののけと私が使っている古い布、この布ともののけを、合わせた私の造語になります。英語の、サブタイトルみたいな感じで言うとスピリッツ・オブ・ファブリック、スピリッツは魂で布の魂っていうことですね。日本のですね昔からある伝承というか、そういうのではですね、長年ですね使われてきたものには魂が宿るという、言い伝えがあって、日本の文化で物は大事に使いましょうっていう、起源というか、そういうものでですね、その魂が宿ったものは、妖怪の、水木しげる先生の妖怪でいうと化け草履とかになったりとか、あとは、提灯の妖怪もいたと思いますし、タイヤの妖怪もいたと思うんですよね。ちょっと忘れちゃいましたけど、私の使っている布はですね、もうすでに古い布で、ものによっては100年ぐらいですね、もうすでに経っている、とても貴重な、昔は捨てられたとか、タンスの中にしまいっぱなしでそのまま誰も住まなくなった家に放置されてきたものとか、忘れ去られてきた布をですね、また生かして今回はテキスタイルアートという部門で未来に残したいと思ってやっております。で、ですね、今回風神雷神ですね、ニューヨークの個展に向けて作った風神雷神はどうして選んだかと言いますと、これも前にもお伝えしたと思いますけど、とにかく日本で有名な古くからあるモチーフっていうのがまず一つですね。特に3作品有名で、一つは国宝になってるとかですね、100年おきにですね、そういう絵師さん、画家さんがですね制作して、未来に残している作品の一つであり、しかもですねこの流派は関係なく、リンパという流れ、これも前回か前々回ですねお伝えしたと思うんですけど、リンパという流れがですね、私の作風、私もですね師匠がいるわけでもないので、好きで力強く感じたものとかを作品にしていますので、そのリンパの流れが私にも通じるのかなと思ったので、古典の顔となる作品として作ったのが、風神雷神になります。でこのですね風神雷神を制作にですね、実は結構時間かかってまして、構想にですね、どういうふうに作ろうか、どの大きさにしようかっていうので、1週間ちょっとですね考えて、でその後下準備、木のフレームの準備とか、背景になってる藍染めの布をどれにしようかとか、あとは型紙を作って風神雷神に近くなるようにと思って、その下準備に1週間以上かかりまして、で実際縫い始めてからですね、風神で2週間雷神で2週間って感じですかね。作品作るのに1ヶ月以上かけました。なかなかですね、私も私の中でも自信作の一つになってます。ですね、今回大きいサイズにですねチャレンジしたものの、
やっぱりちょっと細かい部分はですね本当に難しくて、古い布を、ほつれないように内側にですね切りっぱなしにならないように折り込んだりとかして縫っているので、本当に細かいところ難しくて、特に顔の部分はですね布絵ではちょっと難しいかなと思ったので刺繍の、手法を使って表現してみました。風神雷神は神様でしかも鬼であって、人間のような形をしているので、その体の動きですか、それがですね結構難しくて、この腕の部分はこの布の上なのか下なのかとか、あとこの重ね着の下のズボンはどっちが上なんだろうとかっていうのをちょっと考えながら想像しながら制作したので、これもちょっと難しかったですかね。で、この風神雷神は、5月30日から始まる、私の個展で展示販売させていただきますので、ニューヨークにお住まいの方はぜひ来てください。よろしくお願いします。私はですね、1週間だけですね滞在する予定です。またですね私の滞在時期、最終的に決まりましたらお伝えしますので、ぜひ来てください。ではですね、今回もですねご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とですねいいねボタンと、あとはもしコメントあればですね残してください。よろしくお願いします。ではまた。